ニオ1が2017年に出て、その時はウィリアムというキャラクターが海外からやってきて日本にやってきて、そこで侍になっていくっていうストーリーを軸にしていたので、侍のアクションであったり侍との戦いっていう部分が色濃く入ってたんですけど、ニオ2は前作にもあったけど侍のバトルだけじゃなくて、妖怪との戦いみたいなところにより集中したタイトルにしようっていうのは決めていて、侍としてのアクションっていうのはいろんな武器だったりしっかりニオ1で描けたとは思ってたんですけど、より妖怪のアクションっていうものを入れようとして主人公に妖怪の力を持たせてというところで、これまでと少し違う、リアルな侍の戦いっていう部分もありながら妖怪対妖怪っていうところで、これまでなかったアクションを見た目の意味でもゲームデザインの意味でも入れたいという部分がコンセプトでニオ2はスタートしました。当初からコンセプトとして妖怪をしっかりフォーカスしようっていうのがあって、やっぱりニオ1で初めてシステムゲームデザインというものがあって、ボリュームの意味でも品質の面でも出し切れなかったっていうのは1の反省としてあったので、2に関してはそこはしっかりアップデートをかけたりいろいろ要素を変えたとしてもバリエーション、ボリュームというよりはバリエーションだと思うんですけど、遊びのバリエーションという部分がしっかりプレイヤーに楽しんでもらえるようにっていうところは変えずに最後までやりきれたかなと思っていて。TGS ね、でもすっごい前な気がするけどまだ2ヶ月ぐらいしか経ってないもんね。TGS どうだったかな。でも一番きつい時期は TGS が最初でしたね。一番きつい時期というか、きついなと思ったのが一番最初は TGS の時でしたね。それビルドの準備とか、そうですね。TGS の出店ビルドは結構迷ったんですよ。本当は最初のステージって出したくないんですよ。やっぱりお客さんが初めてやった時にねっていうのもあるから、だけどなんかやっぱり今回イメージとしてやっぱ桜があったから、そうですね、出さなきゃね。そうあとあの時初めてトキシロと無名を出そうっていうのを決めてたから、5月にアルファ体験版、クローズドだったんですけど、そこでいただいた意見だったりを対応現場でして、それ初めて実際お客さんに触ってもらうっていうのが東京ゲームショウのタイミングで、それ自体はどういう反応なのかなっていうのが楽しみ半分不安半分で東京ゲームショウを迎えたっていうのが、覚えてますね。実際開発の進捗というか開発の状況としてはその後すぐベータ体験版の、リリースも迫ってましたし、何より全体の開発のスケジュールももちろん非常に切羽詰まった状況だったっていうのもあって、それらがあとはちょうど音声収録とかもやってたと思うんですけど、そういったのが重なって非常に
忙しい時期というかなかなか大変な時期に東京ゲームショウを迎えたっていうのを覚えてます。一番その TGS みたいなタイミングって、現場の状況と外に見てもらうっていう状況が乖離するタイミングじゃないですか。現場は全然正直できてない。だけどお客さんにちゃんとね NEO2 をどうプレゼンするかみたいなことを考えると、すごいしんどい時期ではあるんですよね。やっぱ基本的にはできたところしか見せられないしっていう時だったから、結構やっぱり8月はきつかったですよね。ちょうどビルド作って音声収録も同時期にやってて、そうで、絵もやっとできたかできないかぐらいでしたよね。キャラクターモデルがあの時だから、アルファ体験版の方が先ですよね。そうですね。そうですね。4月、5月がアルファ体験版だったから。グラフィックが良くねみたいな。そうですね。評価は悪かったですね、正直。時から TGS だから、結構ナイーブになってたというか、なんかあれですね。金子さんが俺がね。金子さんがいいですか。金子さんがナイーブになってたんですか。俺がね。そうは見えなかった。そうっすか。金子さんとは最初に会った時が私が新入社員で入って金子さんがちょうど30歳になったっていう時で、その時も彼はデザイナーとして第一線で活躍していて、忍者ガイデン2のキャラクターデザインをやってた時で、私も金子さんもタバコを吸うので、そういったところですごく話す機会が多かったっていうのは未だに変わらずありますね。で、その後私がディレクターになって忍者ガイデンを作って、で金子さんはデッドアライブの方のチームに行ってたんですけど、その後久しぶりに一緒のタイトルになったのがニオで、ニオの時に金子さんが CG ディレクターで私がディレクターでっていう時に久しぶりに会ってやるようになったっていうのがありました。そうですね。安田はだいぶ私よりも後輩なんですけど、今はもうちょっと役職的には逆転してますけど、そうですね。関わり方的にはでも最初は本当に安田も一プランナーとしてレベルデザイン、ガイデン2では多分レベルデザインやってたと思うんですけど、そういうところで、単純に仲良く、してて、でガイデン3だったかなの時は安田がディレクターで、私はちょっと最初の方のデザインだけやったんですけど、そっからですかね。で、そうですね、私にとっては、割と社歴が長いんで、あんまり私になんかこうせいああせいっていう人がいないんですけど、安田ははっきりそのできたものに対して安田が思ってるその価値観で、いい悪いとかかっこよくない可愛くないとかこれが足りないんじゃないかっていうのをはっきり言ってくれるんで、私もそれを受け取ってなんかかっこよくないんだなっていうのを、理解した上でアップデートしたものをさらに見せるっていうのが今ずっとそうですね、安田と私の関係でいうと、そういうところですかね。本人には絶対に言わないですけど、この会社のデザイナーの
デザインの中で私は一番金子さんの絵が好きで、それは実際こう最初に上がってくるものっていうのの驚きもあるし、さらにリクエストを出した時のレスポンスっていうのも決してレスポンス早くはないんですけど、ただ素晴らしいものに絶対仕上げていってくれるっていうのもありますし、そういった意味で、彼と一緒にできるタイトルっていうのはすごく楽しんでできるなっていうのがあります。仁王で選んだトーンっていうのは本当に侍っていうベースはしっかり史実というか、みんながかっこいいと思うその日本の硬派な侍っていうビジュアルを守った上で、そこに足すエッセンスみたいなのが多分仁王の作り方だとは思うんで、守護霊であったりとかで、敵キャラクターに人間もいるし、妖怪もいるっていう。で妖怪自体のデザインもその鳥山石燕とかそういうなんか馴染みのあるというか、実際その浮世絵にあったような妖怪を出してるんで、そこが仁王としての全体というか世界観というかの元になってるものだとは思うんで、今ある仁王1のテイストが仁王らしさみたいな形にはなっちゃいますね。ずっと市ヶ谷だし、喫煙所でも一緒だからね。あと山ほどあるとは思うんですけど、安田の方がね。そんなないですよね。そんな金子さん大好きっていつも言ってますから。絶対嘘だ。いや本当いつも金子さんいないとこでは金子さん褒めますからね。そう絵はうまいって言ってます。そうだね、確かに。サウンドでもやっぱ距離離れてるっていうのが良くも悪くもですけど、やっぱり市ヶ谷と吉の距離って俺結構大事だと思ってて、でサウンドは逆じゃないですか。で僕もやっぱ毎日会うといろいろこうなんだろう言っちゃうと思うんですけど、基本なんかあんまりそこまではね、基本実装されたものを見て気になったことだけを言うっていうのはワンから変わってないと思ってて、それは。いやそれはねすごいやりやすいからですよね。だから僕は細かいとこまではね基本お任せしてるし、出来が悪かったら多分言うと思うんだけど、ちゃんと仕上がるから、金子さんと違って吉野さんにはその関係性ができてるなっていい距離がね距離感ちょっと近すぎるんじゃないですか。いやでも近いですよ。私はもともと光栄っていう会社に入社していて、光栄テクノゲースになる前に光栄側で戦国無双っていうタイトルをやってまして、で仁王の1が走り出す頃に戦国無双がちょうど落ち着いた頃だったので、次にどういうタイトルやりたいみたいな話を当時の上司から言われて、そこにたまたま仁王っていうタイトルがあって、テクモ側のタイトルでしかもチーム忍者がやるっていうので興味そそられて、じゃあこれやりますって手を挙げた形で、参加することになりました。吉間さんとは仁王1で初めて仕事自体を一緒にしたっていうのがあって、最初はちょっと年も近いのでいろいろ飲みに行ったりして好きなゲームだったり好きなゲームの音楽だったり、ゲームに限らず音楽私も好きなのでいろんな話ができたっていうので意気投合は早かったかなと思いますね。で実際仁王が始まってどうしてもサウンドのディレクションというかリクエストっていうのを私から出すときに言葉がすごく音楽って難しいと思うんですけど、しかも今回作曲家が菅野優吾さんにお願いしてたっていうのもあって、そこですごく丁寧な
翻訳だというか言葉を選んで相手に伝えてくれる人だなと思ったので、それって僕の言葉もちゃんと理解してくれないと難しいし、相手に伝わるようにっていうところですごく丁寧にやってくださって、実際すごいいい曲が上がってきたりっていう経験もあったので、そういったところで本当に信用するようになって、信頼も私はものすごくしてるので、日本2に関しては音声収録とかに関しては私も参加させてもらうことが多いんですけど、BGM に関してはほぼお任せだったっていうところはありますね。実際何個かの曲はもう絶対こうしてくれっていうふうにリクエストを出してましたけど、それも何度もリテイク重ねるようなものではなくて、だから1の時よりも2は本当に吉本さんがしっかりコンポーズのところをしっかり管理してくださって、デザインとかに比べると逐一見てお願いするっていうよりはかなりお任せで気になったことだけ言ったっていうような形でしたね。おお、すっげえなとほら、拾うもん拾ったらこっちに来てくれ。おい、いつまで拾ってんだよ。早くこっちに来てくれよ。はい、カットします。3番良かったんですけど、もうちょっとなんか呆れた感じでもうパターンもらっていいですか。はい、怒ってるっていうよりはなんか、やれやれみたいな。そうですね。はい。綺麗を入れてもらわかりました。そして竹中さん、3番なんですが別パターンいただいていいですか。はい。今おいいつまで拾ってんだってところ、若干ちょっと怒って注意していただくパターンでいただいたんですけど、もう一つのパターン、呆れやれやれみたいな。はい。それを入れた形でもう一つください。おい、いつまで拾ってんだ。早くこっちに来てくれよ。はい、カットします。ありがとうございます。大丈夫ですか。大丈夫です。はい。で、ちなみに前回なんですが、ここのセリフの部分こういうふうにいただいてますっていうのを一度流します。おい待て、そこでっていうところなんですが、そうですね、そこまでっていうところをより強くちょっと言っていただいて、距離感出してください。一度ちょっとテストいってみましょうか。はい。はい。おい待て、そこまで。はい、カットします。そこまでがやっぱりより強くなるといい感じですよね。そうですね。距離がちょっとあるので。竹中さん、そしたら今度本番でいただいていくんですが、そこまでのところをより強くちょっとかけてもらっていいですか。じゃあもう一ついってみましょうか。テスト本番。次本番でいこうと思ってます。はい。おい待て、そこまで。はい、カットします。これぐらいだと大丈夫ですか。そうです。はい。じゃあですね、ごめんなさい。それに合わせて29番もちょっとセリフっぽい部分ではあるし、このゲームの特質上、いろんな人にこう攻撃したりとかできるんですね。で、秀吉に攻撃することもあります、プレイヤーさんが。だけど、やっぱりキャラクター的には死ぬわけにはいかないので、必ず回避します。でその回避するときは声になってます。はい。ちょっとこう、避けるイメージで、はい。素早くやっていただけるとありがたいです。
ではお願いします。はい、お願いします。はい。うわいやうお秀之じしつこいぞ何すんだはい、カットします。OK だと大丈夫ですか？はい。間って切れますよね。はい、大丈夫です。はい。竹中さん、OK です。いいテンションでした。ありがとうございます。やられてましたよね。大丈夫ですか？サウンドディレクターというと基本的にはもうサウンド全般を管理するというか統括する仕事なので、サウンドといえば音楽もそうだし、効果音だったりあとはボイスそれとカットシーン中の演出だったりとか音に関わるものは全て統括することになってます。なんで、今回音楽は菅野雄吾さんとか真鍋明宏さんです劇版系の作曲家に出してたりしますけどそこら辺も全てひっくるめて私の方で統括して見てるという形になってます。前作からの違いっていう意味ですけど一番最初にある程度方針決めをしっかりして今回で言うとキーワードっていうのを決めました。そのキーワードっていうのが、緊張感っていうものと爽快感っていうものあと没入感この3つの3本柱をサウンドで表現していこうっていうのを一番最初に決めてで、特にゲームとしての記号化っていう音の記号化っていうところに意識をしてサウンドデザインをしていって記号化っていうとどういうことかというと何でしょうねただ単にリアルにものを作るんではなくてこの音が鳴ったからこういう状況なんだなっていうのをユーザーさんによりよく伝えられるような表現をしていこうという意味で前作にはあんまりそういうことを意識できてなかったところなんですけど今回はアクションゲームとしても何でしょうねその音を聞いたおかげでプレイがより良くなるみたいなところを意識しました。そして竹中さん2つ目のこんなもんか秀の字っていうところなんですけどちょっと鼻の下を指でこすってるようなちょっと変な感じでもう一つもらってもいいですか？はいよし俺の勝ちだなこんなもんか秀の字はいカットします。いい感じにムカつきますね。いいと思います。はいカットします。だから今回ねなんかこう変な話忙しいんですけどサウンドとアートの人も絶対出るべきだと思うしこういった場にっていうのはやっぱそれはありますよねやっぱだって新谷は横尾さんいて岡部さんいて田浦さんいて斉藤さんもいるけどでペルソナの方が綺麗かな話としては橋野さんいて目黒さんいて副島さんがいてっていう時になんか仁王ってねじゃあ誰が作ってんのっていう時にあんまり顔が見えないというか、そういったところはなんか良くないなって思うのはあったんですけど実際他のタイトルだったり他社さんでっていう部分も、それがスタンダードになってきてる。昔だったらやっぱりプロデューサーだったりディレクター一人で出てみたいなやってましたけど、実際今その一人二人で作れるわけがないので実際に、現場で活躍してる人っていう意味で、ディレクターの役割でやってる人っていう意味で出るべきだなっていうのが一つありますね。でその一方でもう一つはニオ1と2って実は、金子さん吉松さんっていうメンバー変わっていなくてサウンドディレクターアートディレクターっていうところでいうとただ、彼ら自体がやっぱりニオ1がなんか僕に良かったねとかいう時があったのでいや一緒に作ってたでしょっていうのもあってそういった部分のスタイルを変えてほしいなっていう部分は理由としてはありました。会社としてもそんなにどんどん開発のメンバーを表に出してっていうようなルールはないし
だけどあの2人と一緒にニオ1やってニオ2作っていくって時に、よりちゃんとダイレクトにお客さんに対して自分が出て行って話すっていうディレクターであるべきだって思ったし、実際その能力も実績もあるわけだから、そこはそういった意味で絶対に出てほしいっていうのはかなり早い時期に、ニオ2が始まったぐらいの時期にあの2人には言っていたので、当然なことだと思いますし、すごく2人にとってもいいことであればよかったなって思ってます。世界初公開。そうですよ、初プレイですよここは。いきなり逆行くっていうあるあるですね。まあそうですね。何名かバグだけは見つけないでください。ここは今どういう状況なんですか？ここは今手紙をもらってちょっと妖怪を倒してくれと。ああ、で妖怪退治に来てる。そうですね、一番最初なんで。なるほど。この辺は前と馴染みのある感じですね。はい、馴染みのある。帰れんの。あ、これはそうですね、強制的に今回はこれで。はい、わかりました。安田さんって全部ディレクションするんですか？こういうところとかも全部、もう全て最終チェックは自分で。そうですね、2になってだから1の時とサウンドディレクターとアートディレクター一緒なんで、ある程度任せてはいますけど、基本ここはこの人ここは見ないみたいなのないですね。今回安田さんプロデューサーでもありディレクターなんですよね。今兼任してやってますね。僕ブラッドボーンの時プロデューサーやってましたけど、結構プロデューサーとディレクターって違う、なんなら逆な動きだと思ってるんですね。はいはい。なんかいわゆるそのなんていうの、作品と商品みたいな。なるほど、はい、作品がディレクターがやってってことですか。はい、で、商品の責任者だとは思うんですけど、なんていうんですか、評価が高くても売れないとダメだし、はいはい、赤字なんて持ってのほかだしみたいなところもあって、で結構そこの相反する部分があると思うんですけど、どうやってその一人で折り合いつけてるんですか？そうですね、なんかそれこそよくあるクオリティと納期の話とかも、はいはい、どっちをやるかみたいな。そうですね、当然ディレクターであれば、クオリティ上げたいだろうし、でもプロデューサーだったら、当然ね、その天秤かけて納期を上げるタイミングがあった方がいいのか、納期を取るのか、そうですね、クオリティを取るのかっていうのはあると思うんですけど、時期によっても違うし、そうそうそうですよね。その辺って、たまにいらっしゃいますけど、ディレクターってプロデューサーやる人ってすごいなと思ってて、分けるんですかね、その今はプロデューサーの、今はディレクターのみたいな判断とかでってことなんですね。私はだからもともとディレクターニオ1でもやってて、ニオ1はどうしても品質だったり、はい、そういったところで評価されて、2作れるような状況になったって思ってるので、そこはもうなんか基本は品質を常に重視してやってましたね。それが結局、商品として伝わるものになるっていうところで。でも当然なんか逆のことも強いられる場面とかもあると。そうですね、もちろんもちろん。ニオの開発が始まった後に
ブラッドボーンがリリースされて、それで、当然私もプレイして素晴らしいゲームだなと思って、でその後ですね、ニオの体験会だったかな、その時に山際さん来てくださって、実際ニオをプレイしていろいろアドバイスくださったのが最初の出会いだったんですけど、私にとってはブラッドボーンのプロデューサーっていう意味で、ああいったアクション RPG を作る上で素晴らしいタイトルをプロデュースされた方っていうのがまずありますし、山際さんは私以上にチャレンジのあるゲーム、その東京ジャングルだったりとか、そういった新しいタイトルのプロデューサーもやられてるんで、そういった意味でもすごく面白い方だなって思うんで、たびたび会って話聞かせていただいてるって感じですかね。確かにその55で迷う時とかはありますけど、その時はもう経営レベルか現場か両方相談してどっちが今は正しいかなみたいな感じで。でもすごいですね。それはやってますね。大変だと思いますけど、いや僕の場合は完全に自分の言葉でも作品って言わないようにはしていて、商品であったりとかタイトルみたいな言い方、なんか変なこだわりなんですけど、作品って言っていいのはディレクターとか、チームの人とか。なんですか？それってディレクターやってた時は？いや違います。もともとディレクターとかをやってましたけど、その時はもう全然俺のものだみたいな感じでしたけど、なんかディレクターやってて初めてこっちの SIE に移って、でプロデューサーをやるって時に決めたことの一つですね。でもそれ面白いですね。他にもせっかくのディレクター経験あるんで、やっぱり一番のタイトルであったりとか商品のファンでありたいとか、チームだとか、もちろんディレクターの人を支えたいみたいなところはあって、そこが一番信じられる人間でありたいと思っていて、でそのためにでもなかなか口が上手であれば信じてなくても信じてるように言えるじゃないですかすごいんですよこの商品はみたいな。そういうプロデューサー多いですもんね。ちょっと僕なかなかできないんで私もね増えてなんで、できればいいんですけどだからできるようにっていうか本当にそれを心から思えるように、例えばディレクターの人とかチームの人にこういうふうなものが、必要だからとか欲しいんでお願いできないですかとか、あるいは逆の要望とか、もしくは話をすごく聞いてて、なんか面白いフレーズを見つけてくるとか、ブラッドボーンの時だったら宮崎さんとの何気ない会話とかで、彼が死闘みたいな話をしてバトルのテーマを語ってた時に、死闘感ってすごいキャッチーじゃないですか。そうですね。実際キャッチコピーに使われてましたよね。その死闘感とかをそういうふうに採用するとか、なんかすごく自分が信じられるように、その商品を愛せるようにみたいなのはすごく心がけるようにはしてました。なるほど。確かに作ってる人の言葉っていうのはすごい、キャッチーじゃないものも多いとは思うんですけど、やっぱり真理ではありますよね。作ってる人の何かから出てくるものって結構あるじゃないですか、真理が。でも逆に一言でこのゲームを表したら何ですかっつったら、すげえ僕それ苦手なんですよ。同じこと言われました。一言で言えるんだったら作ってないよってコンピューターゲーム。そうですね。それはズバリとか言われると、そうね、ズバリかってなんかそれこそエレベーターで30分で話しなさいみたいな30秒かでそうですね、プレゼンしなさいじゃないんだからみたいな。確かに。だからジブリの鈴木さんが言っててそうだなと思ったけど、作るっていうのを作る、伝える、売るみたいなのやっぱ揃わないとダメだみたいなおっしゃってて、ずっと作るところに僕いたんで、それなんか今伝えるとか売るっていうことも考えなきゃいけない立場になってる時に、やっぱ伝えるっていうところすごい大事だな。伝えるっていうのも、こっちの伝えるもそうだし伝わることもそうですけど、そういう時はやっぱり的確な言葉だったりっていうのはなんか選ぶように見つけるようにっていうふうには
なって、でもそれ実は作る時も結構いいなって思う時があって、現場でディレクションする時とかになんか、でも大体現場からそういうのって出てきますよね。そうですね、なんかそこに落ちてるというか、実際に嘘はつけないんで、なんかそうですね、ないものありっていうふうには言えないから、そこに多分あるんだろうなと思うんですけど、これまでずっと作るっていうところでディレクターはもう10年ぐらいやってるので、そこでいろんなジャッジだったりいろんなアイデアだったりっていうのはこれまでもやってて、プロデューサーって本当仕事してんのかなっていうのはずっと思ってたんですけど、実際やってみると仕事かなり多いしハードだなっていうのは、感じましたね。その、さっきの言葉の続きになりますけど、作る、伝える、売るっていうのがやっぱりこれまでその順番だと思ってたんですけど、同時にやらなきゃいけないっていうのが、大きな発見としてあったなと思ってて、当然伝えながら、特に体験版とかやる以上は最後だけ伝えるんじゃダメだし、それは現場に対してもどういうことをやりたいっていうのは、お客さんがいる上でどういう伝え方をするか、どういう、売り方っていうのも直接お客さんに売るわけじゃないにしてもどういった伝え方をするかっていうのはものすごく開発を通して、ディレクターだけをやってた時以上に意識するようになったので、いろんなジャッジもそうだしいろんな言葉一つ一つとっても、そこは大きく自分も変わったかなとは思ったので、今後またずっとプロデューサーとディレクター兼任したいかと言われると、スターアップ直後の今は絶対にノーですけど、ただ経験としては本当に、ニオワンをディレクターやった上でこれができたっていうのはものすごく良かったことかなって思ってます。これブラッドボーン作ってた時に、気をつけてたことでもあるんですけど、言うてもダークソウルとかデモンストールとかありましたけど、ブラッドボーンから始める人もいるとは思うんで、そういう人たちにも入ってもらえるように、従来のファンの人もそうですけど、なんかこう難しいんだけど乗り越えたら楽しいよとか、あとはそのゲームが上手くなくても学習したりとか経験したりを繰り返すことによって、ゲームが下手でも乗り越えられるんだよみたいなことを示したくて、で結構その頃からっていうか動画とかも流行ってたんで、動画で見せたりとかプレイの様子を見せたりとか、自分が実際ステージとかでいろんなところを各地回らせてもらったんですけど、見せて僕でもできるんだから皆さん大丈夫だよみたいなメッセージを込めてやっていこうとしてたんですけど、ニオの最初のプロモーションの時ってどういうふうに考えてたりとかしました？最初そうですね、だから、歯応えあるよっていうのを前面にまずはっていうところがあったんで、とにかくみんなでプレイして死ぬところを見せようみたいな逆に歯応えを見せたって感じですか？そうですね。でただちょっとずつ進んでいくよとか、ボスも惜しかったけどもうちょっとで倒せたけど倒せなかったねみたいな感じで、なんていうか動画とかイベントが今回はちょっとだから要素が多いんで結構スーパープレイみたいなを見せてるんですか、2に関して半分ずつぐらいやってますね。開発でうまいメンバー連れて行って、あえてすごいプレイをそうでもそうですね、いろんな要素を使いこなすとこんなアクションできますよみたいな。それは確かに続編ならではの。そうですね、やっぱり1やった方にはどうしても新要素とか見せるときに、なかなかこうなんですかね、アクションが得意じゃないようなプレイスタイルだけだと物足んなく見えるのかなとかってあって、あといわゆるそのソウルライクなゲーム好きな人もそうですけど、チーム忍者が好きな人もいるじゃないですか。そうですね。その人たちがどういうものを求めてるのかなとか。こ
こはニオ1の時にものすごく苦戦したというか難しいところだったんですけど、ファンがいわゆる0人っていう状態からスタートして、そこから体験版減るごとに最初は単純に気になって触った方もいたでしょうけど、そこからベータとか製品とかになっていった時に面白くなったねっていうところですごくこう、まさにエンゲージしてくれる人が増えたなっていう実感はあってっていう時に、今回実は体験版だけで言うと1とアルファやってベータやって最終体験版っていうファイナルでやってっていうところは施策として一緒だったので、そこは変えたいよねっていうのがあって、実はだからアルファはクローズドにしたりベータはキャラクタークリエイトのコンテストだったり要素としてゲームとして入れてたりっていう部分はあって、よりニオというタイトルに興味持ってもらう、特にずっと応援してくださってる方も多いので、そういった方たちにちょっと目先が違うことをやりたいなっていうのでやったのがあって、ニオ1の時もたくさんそういった例えばスクリーンショットのコンテストとかやってはいて、もちろん送っていただいた方には感謝してるんですけど、絶対数があまりにニオ2のキャラクタークリエイトのコンテストとかだとものすごい数の応募があったり、そういった部分で、より多くの人とより密にコミュニケーションが取れるようになったっていうのはものすごい実感して、開発していく上ですごく励みにもなったし、最終的にそれがニオ2に結実してるといいなって今思ってますね。ニオ2だからこそできたっていうところですけど、体験版をいくつか出させていただいて、その体験版のためにユーザーさんの、フィードバックをいただいて、でそこで意見を吸収する、それをゲームに反映させる、それはズバリユーザーさんが求めていることそのものなので、それはぜひゲームに入れ込みたいなとはずっと思ってます。で、それを第一に作ってたっていうのもあります。プレイヤーの皆さんに実際触ってもらって意見を聞くっていうのは社内外で常にやっていて、それはチーム内でも常にやってますし、それが一番大きいのが体験版実際オンラインで遊んでもらうってところかなとは思っているんですが、今回1の体験版だったりそういったチューニングテストプレイっていうのに比べるとすごく難しかったのがやっぱり2なので、1を例えば1000時間やったっていう人と、初めて2を触るっていう人はあまりに意見が違って、そういった意味で、難易度っていう部分で言うと、正直どこにアジャストしてやっていくかっていうのは迷った部分はありましたけど、やっぱりそこは、楽しさと理不尽さみたいなところで、それぞれどっちが勝ってるかっていうのをいろんな人の属性を見て意見見てっていうのを繰り返していったっていうので、あんまり完全にこうしようみたいに決めて動いてた部分はなかったですけど、そこはかなり大小タイミングっていうので繰り返したっていうのは1以上にやってたことでしたね。ニオ1からニオ2へどこまで何を変えるかっていう境目がやっぱりそのさじ加減というか、変えていいのか変えてよくないのかっていう判断がかなり難しいような、それは外伝作ってた時よりも時間が経ってユーザーの思考が変わってとかっていうのは多分あるとは思うんですけど、そこの判断というか、これはニオでこれはニオじゃないよねみたいなのがかなりそうですね。新しいことは入れたいけど、でもそこのアイデア実際そのニオ1にはめてみるっていうのを想像すると、それニオじゃないんじゃないのみたいな、なんていうんですかね、本当に考えるのが難しいというかっていうのが苦労した点なんですかね。はい。
売れるってことへのプレッシャーはそんなにCG はなかったそうですね。まあもちろんその影響は絶対超えないとプロジェクトとしてダメだけど、でも、そうじゃないところでいうとプレッシャーはやっぱワンはなかったし、なんか結構ギリギリまで本当にみんなで頑張って、もう終わった時が終わった時っていう感じでやってたけど、そうですね、でもそれがやっぱ2はちょっと変わったんですよね。そうですね、やっぱり1の逆算でみんな、本当そう、だから今ちょっと苦しいのは多分それが理由だとは思いますね。1の時は本当にもうみんなぶっつけ本番というか、で失うものがないっていう形でやってたけど、1の評判とか、そういうのを踏まえて2を今作ってるから、ちゃんと1を超えなきゃいけないとかっていうところはね、だからそうですね、意識は変わりましたよね、そこでね、多分。アルファ体験版の時とかは1と全然変わってないみたいな意見はやっぱすごい辛かったですね。1もだから評判が良かったり、お客さんが喜んでる分も変えちゃいけないっていうところもあったけど、やっぱりものすごくこれじゃ 1.5 だよねっていうのはね、それはみんなで話しましたけど、じゃあどうするっていう時に、なんかあの時初めてなんか2がちゃんと始まった感覚は少しあって、ただね、俺はちょっとあれかもしれない、2を作るのを舐めてたかもしれないですけど、その続編ってことで、なんか延長線上にいればいいのかなと思ってたんだけど、やっぱそうですね、アルファ体験版とかで一緒やんみたいな。でも僕も最初はそうでした。ビジケンとかやってた頃は延長線上でいけばいいと思ってたんですけど、僕はちょっとアルファよりちょっと前だったかもしれないですけど、アルファ版だと UI とか全部前作のまますからね。そうですよね。アルファ体験版そうでしたね。いやあれで2ですっていうのは確かにね。そうですね。ゲームする時の安心感っていう意味で、私がちょっと今回の方針の一つとして掲げてた没入感と爽快感と緊張感、これを共存させるためにそれぞれのバランスが必要になってくるんですね。で、特にベータ体験版の時のフィードバックでいたたたっと思ったのが、敵を攻撃する時の攻撃がヒットした時に鳴る音、これが小さい、音量が小さい、迫力がないっていうフィードバックが意外と多くて、割とそれは狙って小さくしてた部分も私の方ではあったんですね、当時。なぜならあんまり大きいとうるさくなっちゃうんですね、ゲームをやっていて。でゲームプレイ中の体験として一瞬の手応えは感じるけど、長い目で見るとだんだん耳が疲れてきちゃって長くプレイできないっていうことに陥ってしまうので、そこは割と意識的に何でしょう、ちっちゃめっていう風なデザインをしてはいました。ただベータ的なフィードバックでそこを指摘されて、やっぱそう感じる人もいるんだなと思って、そこはちょっと見直して、そこからまた調整し直したっていう流れがあるので、だからフィードバックを経て実際自分が思ってたものとは結果的には違うものにはなったんですけど、それをフィードバックがあった頃からこそ、少なくともあのまま発売してたら満足してくれなかった方が大勢いらっしゃったっていうのは、今回の試作の体験版のおかげで回避できたんじゃないかなと思いました。でも1の時から思ってたんですけど、やっぱりアクションゲームって本当に最後の 1,2 ヶ月で面白く今別に自分に言い聞かせてるわけじゃないですかでもそういうもんだと思ってて、だけど大体10ヶ月前ぐらいにアルファ体験版を1も2も出してるじゃないですか。あのタイミングでアルファ体験版出すって結構狂気の沙汰だと思うんですよ。そうですよね。正直なことを言うと、そうだと思います。だけどなんかそこでいいってポイントと悪いってポイント、しかもダイレクトにお客さんからもらえるっていうのがすごくプロジェクトとしてはいいなと思っていて、容赦ないじゃないですか、アンケートとかもね。そうですね。グラフィックな僕も結構日本語と英語はある程度読めるのでバーって見ますけど、本当の本音の答えが、しかも無料だからなおさらなんかそういうのって無料だからちょっとやってみようっていう人たちの意見ってすごい大事だと思うんで、
そういうのはなんかすごくいいなと思ってて、だから俺2話の後が結構ね、自分のスタンスとしてはちょっと大変だなと思ってて、体験版ずっとやりたくないんですよでもなんかこれすごいいいなと思ってて、ちょっとやっぱねずっと同じ顔を見て仕事してるとまひるじゃないですか。だけど体験版やるとお客さんの意見でこうやっぱりちょっとやりすぎたなとか逆に全然届いてないなっていうのがはっきりするから、でもねやっぱり本当言うとちゃんとこうそういうのなしで撮ってローンチのタイミングなりでいいものを作るっていうのを考えた時にちょっとやっぱ体験版っていうこう施策にずっと甘えたくはないけど、今はなんかこんなにいい方法はないなっていうので2もやったっていうのはありますけど、やっぱり途中で見せるってのはもう悪いことじゃないなと思う。現場はしんどいですよね。でも特に CG はね製品までしろってことですからね。そうですね。お客さんの差は多いでしょうね。なんか作り方がね変わりますよね、それでね。そうですね。アルファベータなんか気になるのは結構遊べるじゃないですか、ニオンの体験版。そうですね。遊ばせすぎだろ。すぎなんじゃないかと思って。もったいなくないみたいな。そうですね。そうですね。それね社長にもよく怒られるんだけど、小山さんにもね。だけどあれやった方がゲームできるじゃないですか。まあそうですね。っていうのはちょっとある。やっぱりみんななんかこう社内でのチェックって結構みんな甘えるというかそんなに気にしないじゃないですか。だけど社外に見せるってなるとみんななんかこうお前そんなプライドあったのってぐらいみんな本気になるから。あれは結構驚きますけど、でもそれは結構僕は利用してるところもあって出すよって言ったらすごいみんなチェックもするし、そうですね。だから今全部体験版の範囲じゃなくて全部やってるじゃないですか。ひどいもんですよね出す時やりゃいいんでしょみたいな。だからなんで本気を出さないのかって俺はいつもね開発には言うけどね。どっちもありますけどね、その想定して許容する時とやっぱりプレイヤーの皆さん本当上回ってくるじゃないですか。上いですよね。あと想定外のことをやっぱりされてきますよね。まあそれはそれで楽しんでくださるんだったらいいんですけど。でもブラッドボーンとかもRTA とかあるじゃないですか。ああいうのって開発の時にはイメージされてるんですか？もうデモンズでやってた人がいるんで、やられるだろうなとか、まあそういう風な楽しみ方も一つあるんだろうなと思っていて、でそこは全然いいとは思ってるんですよ。なんか意識したゲームデザインとかは特にしてないんですよ。そうですよね。お客さんがその遊び方も見つけてもらうっていうことです。まあ意識しようがないというか。そうですね。そうですね。確かに。何時間なら正しいのかとかって分かんないですもんね。なんでまあそのもちろん推奨プレイではないとは思うんですよ。最初はみんなあんなにうまいわけではないんで。そうですね。恐る恐るになって。でもそれでも繰り返し遊んでうまくなっていったりとか、いきなり別にそういうプレイして楽しんでもらうっていうのは全然自分たちから手が離れれば楽しみ方はユーザーさん次第だと思う。でも1よりきつい気はします僕は今回は。いや僕もそう。正直言ってなんか1の時って僕はやめようと思ってたんですよ。だってディレクターやってうまくいかないこともあったし、だけどもう今回本当本気で全力でやって納得いくまでやってダメだったらやめようと思ってて、でまあそのこう不幸なことに幸運なことに結果がちゃんと出てお客さんも喜んでいただいてるから。
確かにそこはなんかすごく難しかったですね。初めてだったんですよ。僕もディレクターのタイトルね、金子さんは知ってると思うけど安田自体が最近ニオとかニオ2とか作ってる場合やっぱりプレイヤーがどう感じるかっていう、それは概念経てそうなったのかもしれないですけど、プレイヤーがどう感じてプレイヤーがどう面白いと思うかとかっていう完全にそっちのプレイヤー目線のディレクターに慣れてるんじゃないかなって私は感じてます。ニオ1はいくつかもやりきれなかったこともいっぱいあったし、でニオ2でしっかりそこも含めて、特にアクションに関してはきっとダウンロードコンテンツだったりでもっと新しいアクションだったりさらに磨いたものっていうのは作れるとは思ってるんですけど、ストーリーとか世界観っていう点で言うと、ある程度ニオ1と2で一つの形は作れたかなと思うんで、もちろんこのゲームデザインだったりこの世界観で将来的に3は絶対に作るべきだとは思うんですけど、それを、いつやるか誰がやるかっていうのはしっかり考えて進めていかないと、それはお客さんにも失礼だと思うし、ニオ3のことはニオ1の時以上に考えてないですね。なんですかね、でも半年後発売から。確かに1の時って結構さっきのその良かったねっていう時期だったかもしれないですよね。その発売してからの後、確かに反省ではなくてモチベーションはでも高かったですね、間違いなく。やっぱり、みんなモチベーション高かったと思う、今思い出すと。でも一緒ですけどね、前もやっぱ発売前というかマスター前はみんな疲れてるし、すごく疲弊してるから、すごい話をしてもやっぱ響かないじゃないですか。基本僕の話ってイコール仕事を増やしてることが多いからでもその後 DLC がスタートしたタイミングはやっぱものすごいみんなモチベーション高かったかなとは思いますね。だから分かんない、半年後にしろ何にしろね、そうであってほしいなとは思って今やってますけど、どうなんだろうね。確かに半年後まだね、ニオ2出てないかもしれないからね半年後に半年後ね、まだ作ってるかもしれないから。だったら最高のものできると思いますけどねもしそうだとしたらでも同じ話して全然できないなみたいな。でも僕だから結構締め切りって好きなんですよ、半分。ないと終わらないじゃないですか。もちろんそれはそうですよね。そうだからマスターアップとか発売日っていうのは僕は伸ばしたことがないので、自分のやっぱ必要な要件なのかなと思いますけど。今チーム忍者の担当でもあるので、そこでチーム忍者のタイトル、他のタイトルに関してもしっかり立ち上げていきたいなっていうのが今あって、一つは、発表されてるんであれですけど、しっかりワールドワイドで新規 IP にチャレンジするっていうのはこういうテクモとしてもチーム忍者としても決めてるタイトルがあるので、そのタイトルのディレクションをしっかりやっていきたいなっていうのが一つと、もう一つはチーム忍者で複数のタイトルを同時に動かせるチームにしていくっていう意味で、自分以外のディレクターであったりプロデューサーであったりっていうものと協力して、しっかりチーム忍者の存在感を出していけるっていう風にしていきたいなって2つの軸で今考えてます。理想としてベストの方、ベスト、やっぱりニオ2がちゃんとマスターアップしてお客さんに受け入れられてっていう状況がベストですよね。そうですね。3はじゃあどうするっていう話ができてればね。いや3ねいや理想の話だよ。俺先週エジカワさんに言われてさ、ニオ3は絶対やるからって言われて、もう苦笑いしちゃった俺もうネタないよと思って恐ろしいですね正直そうでしたね。今は考えられないです正直。ニオ1の時もやっぱ2のことなんて考えてなかったです正直。その時はでも小沼さんに「お前2やるならどうするか考えとけよ」って言われて、
気が早いなっていうのが正直な印象だったんだけど、だけどまあね1が結果出たから今2やってるけど、でもあの時ある程度コンセプトは決めてたんですよ実は。ニオ1が発売2月だったんですけど、年末ぐらいに言われて、DLC やる前にちょっとでも2考えとかなきゃなと思ったので、ちょっとだからプロットもいじったし、その辺はでも、まあ、やっぱあの辺は経営の人の視点なのかなと思ったけどね。で僕らはだって成功するか失敗するかとかまで考える余裕が正直ないから、あの時期はもう終われば本当にいいっていう状況でやってたから、でもあの時決めたコンセプトは実はまあ2はベースですね。秀吉をフォーカスするってことは決めてなかったけど、あの時でもちょうど僕もずっとチェックしてて、なんかこう侍にちょっと限界もあったし、じゃあそのなんか妖怪のアクションもやりたいなとか、もっと派手なアクションとか、そういうのは入れたいなとか思ってたのはベースとしてあったから、これはまあ良かったのかなと思いますけど、本音言うと勘弁してくれと思ったけどね。1もできてないのに2を考えろっていうのはすごいきつかったし。あ、そうっすよね。いやもう本当3の話できてたら一番いいと思いますけど。半年後に9月に、あ、発売から。まあ、本当にこの NIO2 の全体のことをもう一回やれって言われたら似たような感じになっちゃうかもしれないですけど、この3ヶ月とか半年に関して言うと、もっと早くジャッジできたことはあったしとか、っていうのはありますね。まあ、今後も、まあ、いろんなゲーム出てくとは思うんですけど、まあ、そんな中で、まあ、2017年と2020年にNIO1-2出ることになるんで、まあ、そこでその年に合ったタイトルとしてはしっかり記憶に残ってほしいなっていうのもあるし、侍のアクションだったりとかそういった部分ですぐに思い出されるような、記憶に残ってるようなタイトルになってればいいなって思ってますね。難しいねなんだろう、あんま考えてないかもしれないですね。そうやってどういうタイトルになっててほしいっていうのは。ただ、まあ、例えばNIO3を僕か僕じゃない誰かが作るとしても、お客さんがすごく期待してくれるようなタイトルであってほしいなっていうのは本当に思ってます。